はい。ということで、今からこのね、マインドマップを用いて、フラッターっていうね、フレームワークの全体像を把握していきましょう。このスマホアプリ開発というところから、どんどんね、生やしていきます。まずね、iOS だと、Swift 開発があったり、Objective-C は一旦除いたとして、コトリン、Java、Android と。はい。こんな感じで iOS、Swift、Android、コトリンっていうのが、ネイティブアプリ開発では一番基本となるスタンダードな開発なんですけれども、これにプラスしてですね、クロスプラットフォームっていうのがありまして、クロスプラットフォームは何かっていうと、iOS と Android が両方一つのコードベースで作れてしまうというやつなんですね。それはいろいろ種類があったりして、上げたらキリはないんですけれども、まずは今回上げる、フラッターと、リアクトネイティブ、そしてザマリン、ユニティとか、一応、アイオニックとかいうのもね、あったり、アイオニックとか温泉 UI とかありますけど、その辺あんまり深く言っても詳しくないんで、こんな感じにしておきましょう。で、それぞれ言語は、これは Dart で書かれていて、React Native は JavaScript、Xamarin は C# かな。Unity も C# かな。Ionic は多分 HTML とか CSS とか、JS ですね。この Web と同じように作れるみたいな感じですね。Unity はもうどうしてもスマホアプリのゲーム作るときに Unity で作るのがもう定番中の定番なんで、かなりユーザー数使っている開発者数は多いと思います。次に React Native っていうのは、JavaScript で書くことができて、Web フロントエンドの React が得意な人はすんなり入れるっていう意味で、それなりに今まで流行ってきました。で、ここね3年ぐらいでかなり流行ってきているのがフラッターです。React Native は、オワコンになってきた雰囲気はあるんですけども、あんまり言ったらね、怒られるかもしれないんですけど、そのフラッターと React Native を比較したときに、どっちも、やっぱりなんだかんだビルド周りでエラーが起こったりね、することが多いんですよ。やっぱそれぞれネイティブではないんで、ビルド周りうまくいかないっていうのは定番なんですけど、React Native の方が、ビルド周りのそういう不具合、起こりやすい印象にあって、しかも、その修正が遅い印象があります。フラッターは結構すぐに Google の人たちが直してくれたりするんで、結構その盛り上がりっていうのではかなりトップの方に来てるんじゃないかなと思います。はい。独自のレンダリングエンジンをフラッター使ってますね。はい。Unity もそうですね。はい。で、React Native は変換してる。Objective-C と Java に変換してます。これはちょっと置いてきますね。こんな感じでですね、Flutter と Unity は独自のレンダリングエンジンを使っているので、メタルとかね、聞いたことある人もいるかもしれないんですけど、メタルっていう直接 iPhone の画面に描画するグラフィックのフレームワークが iOS にあるんですけど、そういうのに直接書き出すみたいな、そういったエンジンでやってますね。ということで、結構独自のレンダリングエンジン使ってるっていい部分もあって、フラッターは結構高速な動きをすると思うんですけど、そのフラッター感みたいな、UI の動きにフラッター感みたいなのがよく出ちゃうし、リアクトネイティブ、ユニティもそれぞれユニティ感とかリアクトネイティブ感っていう触ったらわかる感じはね、ありますね。そういったね、違いはあったり、欠点としてあったりします。こっちは置いといて、どんどん今日はフラッターについてね、解説していきたいとね、思うんですよ。じゃフラッターにはウィジェットっていうのがあります。ウィジェットですね。で、このウィジェットっていうのは何かっていうとですね、これを並べて、アプリの UI を作ると。そんな感じですね。はい。このウィジェットを重ねてアプリの UI を作っていくのがフラッターです。で、ウィジェット以外は何があるかっていう話なんですけども、普通にこの Dart っていうのがオブジェクティブ思考ですね。オブジェクト思考。一応静的片付けかなと思うんで、ちょっと緩いですけど、Swift とかに比べたら、一応静的片付けかなと。型を明確に表記しなくても使える場面があるんで、そのダイナミックとかいう型を使うと、例えばストリングとか、イントとか、ルールとか、ルールとか、そんな感じで型を使って書いていく言語です。はい。で、このウィジェット。で、ウィジェットをもちろん使うんですけど、これは一応、ウィジェット例えば何があるかっていうと、テキストっていうこんな感じのね、はい、テキストみたいなウィジェットだったり、コンテナみたいなウィジェットだったり、カーボンみたいなやつだったり、ローみたいなやつだったり、こういうのを重ねて UI を作っていくわけですね。で、このウィジェットだけで UI を作っていくことはできるんですけれども、もちろん Dart を使って、その if 文とか for 文とか、そういった基本的なプログラミングをして場合分け、例えばログインしていたら普通のこの画面だけど、ログインしなかったらログインしてね画面に飛ばすみたいな、そういった場合分けとかね、if 文でやったりしたりします。ウィジェットと、一応ちょっと雑なんですけど、今回ね、わかりやすいためにそれ以外にしましょう。それ以外のね、クラスの雑なんですけど、ウィジェットと、それ以外のクラスで、フラッターアプリっていうのは作っていきます。はい。かなりここは雑ですけどね、そんな感じで作っていくのが、全体像としては一旦いいと思います。で、今度は、フラッターのアーキテクチャですね。アーキテクチャ設計について
喋っていきたいと思います。はい。アーキテクチャって何かっていうと、ざっくり説明すると、いろんなクラスっていうのがね、作れるんですけども、画面ごとにクラスを作ったり、例えば、ユーザーっていう役割ごとにクラスを作って、塊っていうのをどんどん作っていくんですね。アプリ開発をするときに。で、その塊の分類分けするときに、どういう基準で分けていくかっていうのを、一応そのルールとして定めてくれてるものがアーキテクチャだったり、で、それに基づいて、どう設計するかっていうところを、結構ね、アプリ開発の中では結構重要になってきたりします。ということで、僕の独自解釈のやつからどんどんいくんですけど、まず、全部画面ごとに、1個目が一番簡単な方法。画面ごとに全部コードを書くと。もう最悪ね、一つの画面、ログイン画面、ホーム画面、マイページみたいな感じで、一つの画面に対して一つっていうのをクラスを作って分類して、もう全部そこにそれに関係するやつを書くっていう方法、非常にシンプルだし、普通に何も勉強しないでやるとみんなこれになると思います。そして別にこれがダメとかじゃなくて、そんな規模の大きくないアプリであれば全然これでいいし、無駄にね、場合分けして自己満足するぐらいだったらこれで早い方がいいんで、これはね、基本なんで、プラタ入門の間は結構こういう風に書くことが多いと思いますが、一旦ね、一応全体像を把握するために、どういうフレームワークがあるかっていうのを把握しておきましょう。ということでフラッターで流行ってるアーキテクチャについて解説していくんですけど、はい、こんな感じで、フラッターは、BLOC っていうビジネスロジックコンポーネントっていうアーキテクチャと、それに関係したりもするんですけど、スコープのモデルってやつとプロバイダーモデルっていうパターンのアーキテクチャが流行ってます。別にアーキテクチャ自由っちゃ自由なんですけど、Google がこうやったらいいんじゃないとかいう風に Google I.O. っていう Google 公式のイベントで発表したりするので、それに基づいて結構みんなね、やってるんですけど、BLOC っていうのは、2018年の Google I.O. の段階では結構推奨されてたやつで、この BLOC とかスコープのモデルが結構、どっちも Google I.O. 2018なんで、このプロバイダーっていうのが Google I.O. の2019の時はこっちがいいよって言われてて、あんまり細かいことをここで説明すると長いんでやんないんですけど、BLOC っていうのは前提として、よくあるパターンとしては、その RX 系なんですよね。リアクティブフレームワークをね、ちょっとわかりやすく説明できないんですよね。リアクティブって感じで反応するんですけれども、リアクティブプログラミングっていうのはデータが流れるように書けるみたいな感じですかね。RX とかは流行りなんですよ。Android、iOS でも、Web フロントエンドでも、リアクトっていうフレームワークがある通り、リアクティブなフレームワークとか RX、そういうフレームワークって結構流行ってて、BLOC もそのパターンなんですよね、基本的には。で、あとの2つ、このスコープのモデルとプロバイダーっていうのは似てて、イメージとしては画面ごとにモデルがあるって感じかな。はい。この2つは画面ごとにモデルがあるって感じで、こんな感じ？この画面ごとにモデルがあるっていうのはね、例えばログイン画面があったらログインモデルがあって、ログインモデルの中に変更する、状態っていうのを管理しといて、ちょっと忘れてたんですけど、でアーキテクチャってわけじゃないんですけど、その画面ごとにモデルがあるプロバイダースコープのモデルとか BLOC のパターンとはちょっと別で、そもそもフラッターを開いた時に使うのってこのセットステイトのパターンなんですよ。セットステイトはステイトを変更すると。ステイトっていうのは状態なんですけど、その状態を変更する。で、そんな感じでステイトに関して今ちょっと述べたんですけど、このウィジェットが、ステイトフルウィジェットとですね、ステイトレスウィジェットがあるんですよ。これはですね、その名の通り、状態があるやつ。こっちが状態、こっちが状態がない。この2つがあるわけですね。基本的にはできるだけ、ステイトレスウィジェットでやろうねっていうのが、ここの BLOC とかプロバイダースコープのモデルの考え方なんですけど、この辺のね、プロバイダーとかスコープのモデルを使った時にメリットっていうのが、ステイトフルウィジェットをね、あんまり使わなくていいっていうメリットがあって、ステイトフルウィジェットを使うとこのセットステイトを用いて、いろいろやんなきゃいけない。セットステートを用いて状態を変更するんですけど、これが結構わかりにくいと僕は思うんですね。で、みんなそう思ってると思います。なので、このステートレスウィジェットってやつで、できるだけ作って、ステートレスウィジェットと、この画面ごとのモデルっていうのをセットで考えることで、状態はこのモデルの方が持ってくれてるという風に作るのが多いです。だから、ステートレスウィジェットは、プロバイダーとかね、スコープドモデルのパターンで、基本的にステートレスウィジェット中心に作るという風に考えられます。はい。ということで、どんどん次行くんですけど、結局この2つでどっちが流行ってるかっていうと、今はプロバイダーの方が流行ってます。Google
IO2019 で発表されたっていうのもあって、プロバイダーでやるのがいいよねっていうなんか暗黙の了解みたいのがフラッター界隈ではあります。はい。そんな感じで最後にね、このウィジェットについて解説していくんですけれども、このウィジェットはさっき言ったようにこのいっぱいあるんですよね、いろいろね。で、このウィジェット一旦ね消すんですけど、一応、これが公式の分類の仕方ってわけでもないんですけど、僕の中でのわかりやすい分類の仕方として、ウィジェットには2種類、3種類としよう。3種類あって、マテリアル系と、クパチーノ系と、カプチーノじゃなくてね、クパチーノなんですけど、クパチーノ系とそれ以外みたいなイメージがあって、マテリアル系は、その名の通り、マテリアルデザイン。マテリアルデザインっていうのは、Google のアプリケーションでよくある、ちょっと影があって、マテリアルっていうのの通り、実際の物質的な雰囲気をね、重んじてるデザインなんですけど、実際の紙とか、机とか、そういうのをイメージしたデザインになってますね。で、結構これがね、一番よく使うと思うので、これ系のコンポーネントをね、よく使うと思います。はい。で、このクパチーノは何かっていうと、iOS っぽいデザインなんですよ。皆さん iPhone ユーザーか Android ユーザーかね、どっちかわかんないですけども、iOS っぽいデザインって例えば、ナビゲーションバーもそうなんですけど、ダイアログとかね、スイッチとか、基本的な iPhone の標準のアプリとかで見たことあるような UI があると思うんですけど、それ系は大体クパチのフレームワークの中に用意されています。聞いたところにフラッターウィジェット一覧みたいなのをまとめてくれてるやつもあったりするので、見てみてください。ここでも、クパチの系はね、こういうやつですかね。iOS スタイルウィジェットということで、こういうやつ、こういうのを見たことある人いると思います。こういうアクションシートとか、こういうインジケーター、ダイアログ、ボタン、こういうベイトピッカーとか、こういうのが iOS スタイルのウィジェットなんですけど、フラッターが、これの真似をして、フラッター独自のレンダリングエンジンなんで、iOS スタイルを真似して作ってるやつがこれですね。こうで、マテリアルコンポーネントはこういうやつですね。これなんか Android っぽいですよね。これとか。これタブバーも。なんか Android っぽいんですよ。こういう感じとかね。ということで、このマテリアル系とクパチーノ系にね、大きく分類されて、それ以外っていうのもいっぱいあるんですけど、このテキストウィジェットとか、ただの文字のウィジェットなんで、デザインはそんなに関係ないかなっていうようなやつとか、そういうね、アセット、画像とか、アイコンはマテリアルっぽいですけど、そういう基本的なテキスト、画像、スクロール、それ以外の様々なウィジェットがあります。ということで、このキータにね、結構フラッターのウィジェットについて書いてあっていいんで、このフラッターウィジェットとか検索するとこれが一番上に出てきて見ることができるし、フラッターの公式のウィジェットカタログっていうのもあって、そこには今言ったようなクパチーノ系のね、やつのこういう紹介もされてるし、マテリアルコンポーネント。こういうマテリアル系のこういうコンポーネンツの紹介っていうのもされています。はい。で、基本的には、マテリアル系の方が、クパチーノ系より充実してるんで、これ系の方が。なので、マテリアル系使った方がいいんじゃないかなって感じですね。ということで、スマホアプリ開発のね、フラッターのね、全体像をね、説明してきたんですけれども、簡単にまとめるとですね、フラッターっていうのは、Dart という言語で書きます。で、それは、オブジェクト指向言語で、クラスとかね、そういうのをたくさん作っていく感じで、型もね、ストリング、イント、ブルとか、いろいろちゃんとあります。この言語は。ウィジェットにはね、ステートフルウィジェットとね、ステートレスウィジェットがあって、状態を持つやつと、状態を持たないやつなんですけど、できるだけステートレスウィジェットにして、クラスと画面モデルを1個作って、プロバイダースコープのモデルパターンにはめるっていうのが今の流行りです。で、この2つについての詳細は今度、結構後になるんですけど、説明したいと思います。ウィジェット、これがね、初心者の方は、これだけ覚えればいいという感じなんですけども、ウィジェットを並べてアプリを作っていくので、そのウィジェットにはマテリアル系のコンポーネントと、iOS 系のね、クパチーノっていうコンポーネントが用意されています。はい。それ以外のテキストとかイメージとかもあるので、そういうのを組み合わせてアプリを作っていくという形になります。はい。はい。そんな感じで頑張っていきましょう。これで今回全体像を把握したので、次回は実際にいろんなマテリアルコンポーネント、この辺のやつを環境構築したアプリケーションに対していろいろ反映していってみましょう。で、いろいろいじって、こういうのがあるんだ、こういうのがあるっていうのを実際に見ながらやっていきましょう。以上です。